褒められた時に否定してしまう人っておるよね。今日のプレゼンめっちゃ良かったよって言われた時に、いやいやそんなことないですってとっさに言葉にしてしまって、なんか居心地が悪くなったりする。今これを見とる人の中にも、それ俺やんって思った人おるやろ。でも実はこの褒められるのが苦手っていう感覚が人生においてめちゃくちゃ重要な能力なんよね。どうもバーの店長タジテンです。今日は褒められるとつい否定してしまう人の特徴について話していっけんね。ちなみにこのグレーな心理学のチャンネルは本質的な知識や情報を発信しています。知った時期が早ければ早いほど有利に働くんで、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。まず世の中には褒め言葉を素直に受け取れる人と受け取れん人がおる。ありがとうございますってニコニコしながら褒め言葉を当然のように受け取る人もおれば、褒められるたびにいえいえそんなことはないですって必死に否定してしまう人もおるよね。しかもこの差が人生に与える影響っていうのは想像以上に大きいんよね。ネットで調べるとね、自己肯定感が低いからとか謙遜の文化のせいって言われがちやけど、実は違うんよね。褒められるのが苦手な人っていうのは実は基準が異常に高い人なんよ。常に自分の中で理想の自分と現実の自分を比べとるんよ。例えばテストで90点を取ったとして、普通の人ならよくできたって思うやろ。でも基準が高い人っていうのは、あの問題本当はできたはずなのにとか、完璧やったら100点取れてたって思うんよね。つまり他人から見たらすごいってレベルでも、自分の基準ではまだまだって感じてしまう。これって決して悪いことじゃないんよね。むしろ向上心がめちゃくちゃ強い証拠で、この能力って大事な才能なんよね。なんでかっていうと、常に改善点を見つけられる、現状に満足せずに成長し続けられる、質の高いアウトプットを目指せるってことで、俺が信じとる現象があって、それは満足しない人ほど結果的にね、高いレベルに到達するっていうこと。褒められてもまだまだだって思う人は無意識に次の課題を見つけて、そこに向かって努力を始めるんよね。逆に褒められて満足しちゃう人はそこで成長が止まってしまう人が多い。つまり褒められてムズムズしたり否定してしまう感覚って、まだまだ成長できるっていう自分のセンサーが働いとる証拠なんよね。ただ気をつけんといかんことは、この高い基準っていうのが自分を苦しめすぎてしまうっていうこと。完璧じゃないとダメとか、もっとできるはずって思いすぎると自分を責めすぎてしまう。じゃあ具体的にどうすればいいかっていう話なんやけど、例えばね、今日のプレゼン良かったよって褒められた時、いやいやそんなことはないですって否定する代わりに、ありがとうございます、次はもっとあそこを改善したいと思ってますって言ってみる。こうやって褒め言葉を受け取りつつも次の成長ポイントを一緒に伝えるんよ。これが褒められた時の否定とか違和感を成長のエネルギーに変えるっていうことなんよね。この習慣を続けると、今できんくてもね、褒められることと成長することが両立できるようになっていくじゃん。ということでここまで話してきたけど、改めて伝えたいのは、褒められてムズムズしたり否定してしまうっていうのは高い基準を持ってる才能っていうことで、成長っていうのはね、現状に満足しない気持ちから始まって、その向上心が強い人ほどより高いレベルに到達できるんよ。多分今これを聞いとる人も褒められるのが苦手で申し訳ないって思う時あるやろ。でもそれって裏を返せば、まだ自分は成長できるっていう感覚を持っとる証拠なんよね。大事なのはそのムズムズ感とか違和感っていうのを自己否定の声じゃなくて成長への声に変えること。常に向上心があるからこそ高い基準を保てて、結果的に他の人よりも高いレベルに到達できる。これが褒められて否定してしまう人の正体なんよね。気づけた人から人生の差は開いていきます。このチャンネルではあなたの本来の力を取り戻すための本質的な知識、情報をグレーな心理学の観点からこれからも提供していきます。まあね、全ての人に登録してもらう必要はないんで、この意見に共感する方や他とは違うセンスある価値観をお持ちの方は、いいねとチャンネル登録で応援お願いします。で、前回の動画では頭の中で独り言が止まらない人の特徴について話してるんで、まだ見てない人はそっちも合わせてみてください。
い。今日の話と合わせれば自分の思考と向き合って人生が楽しくなるはずです。それじゃあ次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。楽しくいきましょう。楽しく。